ご視聴していただきありがとうございます。ライセンスサービスです。今回の動画は中央線の種類とその役割について解説します。中央線には白や黄色の表示があったり、実線や破線、1本の実線や2本の実線などがあって、この中央線のところで追い越してもいいの？とか、はみ出してもいいの？って思うことがあります。特に白の実線や黄色の実線の違いが分かりにくいかもしれませんね。分かっているようで分かっていないかも。中央線は道路法や道路交通法など複数の法令から設置されていますが、関係法令を砕いて分かりやすくその種類と役割、注意点などを解説していきます。そもそも中央線って何？車は道路の中央から左側を通行することが決められています。その通行するところを分かりやすく示して、安全に円滑に通行できるように、国や都道府県などの道路管理者が一定の基準に従って設置した区画線を、道路交通法では中央線とみなしています。この場合、舗装された道路の片側の幅が6メートル未満の時は、白の破線の中央線が設置されます。郊外の道路でよく見かける中央線ですね。この表示の中央線は、通行区分の大原則である左側通行を明確に示しているもので、中央線の基本形ですね。そして、左側通行の例外として、道路の片側の幅が6メートル未満の時に、他の車を追い越そうとするときは、見通しの良い道路で、対向車の通行を妨げない時などの条件付きですが、中央線をはみ出して通行することができます。6メートル未満の道路の中央線は、白の破線で、中央線をはみ出して追い越しが可能ということですね。そうですね。ちなみに、歩道や路側帯のある道路の場合は？歩道や路側帯のある場合は、その部分を除いた車道の片側の幅が基準になります。ここで、左側通行の例外として付け加えると、障害物などがある場合や道路工事をしている場合、また、そもそも道路の幅が狭くなっているような時は、大型車などはもちろん、普通車であっても中央線をはみ出さなければ通行できないこともあるかもしれませんね。このような場合は中央線の種類に関係なく、もちろん中央線のない場合も含めて、道路の中央や中央線をはみ出して通行することができます。そして、道路の片側の幅が6メートル以上の時は、白の実線の中央線が設置されます。この場合の中央線も、追い越しを禁止するものではありませんが、他の車を追い越そうとする時でも、中央線をはみ出さなくても追い越しができることから、追い越しも含めて、特に道路の右側にはみ出して通行してはならないことを示しています。ちょっと待って。広い道路ではないような、6メートルもないような道路でも、実線になっているところを見かけたような。あ、さすがですね。道路の片側の幅が6メートル未満の道路でも、白の実線になっているところがあります。その一つは、トンネルや曲がり角付近、横断歩道や交差点など、法定の追い越しを禁止する場所です。破線から実線にすることで、事故リスクの高い追い越し禁止場所であることを示し、中央線をはみ出さないように注意を促しています。もちろんこの場所は追い越し禁止場所なので、軽車両などを除いて、中央線をはみ出してもはみ出さなくても、追い越しをすることはできません。6メートル未満の道路でも、追い越し禁止場所では、中央線が白の実線になっているわけですね。ということは、この白の実線は、追い越し禁止の表示ですか？いえ、違いますよ。この白の実線の中央線は、追い越し禁止の表示ではありません。追い越し禁止を示す標識は、こちらの本標識に、追い越し禁止の補助標識がついたものですが、これと同じ意味を示す追い越し禁止の表示は、現在のところ定められていません。この白の実線の中央線は、追い越しを禁止する規制の意味はなく、あくまで道路の中央を示しているだけのもので、中央線をはみ出して通行してはならないことを強く示して注意を促しているものです。この場合の白の実線の中央線は、追い越し禁止場所なので、特に中央線をはみ出さないように注意を促しているわけですね。その他、6メートル未満の道路でも白の実線になっているところは、道路の中央以外の場所に中央線を設置する場合です。例えば、勾配の急な坂が続く道路や、往復の交通量に偏りのある場合など、片側の道路だけ複数の通行帯を設けたりする場合も、中央線を明瞭に識別できるように実線になったり、通行帯の境界線より太く表示されることもあります。そしてこの場合の白の実線の中央線も、この表示だけでは追い越しを禁止する規制の意味はありません。片側の道路の幅が6メートル未満であれば、
左側通行の例外規定として、白の破線の中央線と同じ条件付きですが、追い越しをするときは、中央線をはみ出して通行することができます。でも、原付や自転車などを追い越そうとする場合は別としても、実際には制限速度などの条件があるので、追い越しをすることはできないことが多いかもしれませんね。そうですね。そしてこの場合、対向車線側を通行する車にとっても、この白の実線の中央線は追い越しを禁止する規制の意味はありませんが、車両通行帯のある場合は、法令の基準により片側の道路の幅が6メートル以上になることが一般的なので、そうすると先ほどもお話しした通り、追い越しをしようとする場合、中央線をはみ出さなくても追い越しが可能という理屈から、中央線をはみ出して通行してはいけないことになります。車両通行帯のあるなしに関係なく、あくまでも6メートル以上の場合は、左側通行の例外に当てはまらないので、追い越しをしようとする場合に、中央線をはみ出してはいけないということですね。その通りです。一般的には珍しいケースですが、車両通行帯のない道路でも、外側線から歩道までの幅が広い場合で、道路の片側の幅が6メートル以上あるときは、同じように中央線をはみ出してはいけないことになります。ここまでは警察機関側の中央線の設置基準によるものですが、さらに国や都道府県などの道路管理者側の設置基準から、道路の片側の幅が6メートル未満でも、中央線が白の実線になっている場合があります。それは道路管理者が安全で円滑な通行を図るための道路管理を行う立場から、対向車線にはみ出すことによる事故リスクの高い場所では、白の実線の中央線を設置することがあります。もちろんこの中央線だけでは、追い越しを規制するものではないし、6メートル未満の道路では、中央線をはみ出す必要があれば、必ずしも強い規制を受けるものではありませんが、実線の中央線のある場所では、何らかの危険があることが予測されるので、追い越しはもちろん、やむを得ず中央線をはみ出す場合であっても、十分注意して、原則として中央線をはみ出さないように心がけることが大切です。緑にはみ出して通行しようとすると、安全運転義務違反や通行区分違反などに問われることがあるかもしれませんね。それではここまでのルールをまとめると、車は左側通行の大原則があって、道路の中央か中央線があるときは、そこから左側を通行しなければならない。ただし、左側通行の例外があって、道路の幅が狭い場合に、右側にはみ出さなければ通行できない場合や、道路工事をしている場合などは、道路の中央や中央線をはみ出して通行することができる。また、道路の片側の幅が6メートル未満の場合、追い越しをしようとするときも、一定の条件はあるけど、中央線からはみ出して通行することができる。そして、道路の片側の幅が6メートル未満のときは、原則として白の破線の中央線、6メートル以上のときは、白の実線の中央線になる。この場合、中央線からはみ出さなくても追い越しができる道路の幅があるので、追い越しをしようとする場合も含めて、特に中央線からはみ出して通行してはならないことを示している。もちろん障害物がある場合などは別ですね。白の中央線は、破線でも実線でも追い越しを禁止するものではない。追い越しを禁止される場合は、標識の設置など、その他のルールによるものである。そして、6メートル未満の道路などでも、特に危険な場所では、白の実線になっていることもある。このような場合、必ずしもはみ出して通行してはいけないことはないけど、何らかの危険が予測されるので、特にはみ出さないように通行することが大切、ということですね。それでは、このような同じ道路の幅で、黄色の中央線のある場合は、白の実線の中央線とどのような違いがあるの？見通しの利かないカーブや勾配の著しい坂などで、前の車を追い越そうとする場合に、中央線をはみ出して通行することが特に危険な場所では、黄色の実線の表示が設置されることがあります。これが追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の表示で、この表示と同じ意味の標識がこちらです。標識は規制区間の始まりと終わりなど、必要な箇所に設置されますが、基本は表示のみで設置されています。6メートル未満の道路でも、見通しの利かないカーブや危険な場所では、白の実線のところもあるのでは？何が違うの？この表示は、白の中央線のように、道路の中央を示すだけの単なる注意喚起のためだけでなく、対向車などとの衝突リスクの高い場所に設置され、はみ出し追い越しによる重大事故を防止するための強い交通規制を示しています。
そのため、この表示のある道路で対向車線にはみ出して追い越しをしようとすると、罰則の対象となります。追い越しには、開始から終了までに長い距離が必要で、対向車と衝突すれば重大事故につながる。特に事故リスクの高い道路では、黄色の中央線によって、ここでははみ出して追い越しをしてはいけない、違反すればペナルティがある、これを明確に示しているということですね。そうですね。ただし、白の中央線と同じで追い越しを禁止するものではなく、あくまでも追い越しをする場合に、中央線をはみ出すことを禁止するものなので、はみ出さなければ追い越しをすることはできます。白の実線と同じような交通規制ですが、より強い規制の意味があって、明確な罰則対象にもなるので、ここが大きな違いです。最後に中央線の種類と意味をまとめると、片側の道路の幅が6メートル未満の場合は、白の破線の中央線で、追い越しをする必要があれば対向車線にはみ出して通行することができます。同じ道路の幅でも、対向車線にはみ出して通行することが危険であることを特に示す必要のある場所では、道路管理者によって、白の実線の中央線を設置されることがあります。この場合、黄色の実線の表示ではないので、こちらの交通違反には当たりませんが、緑に対向車線にはみ出さないように通行することが大切です。さらに同じ道路の幅で、見通しの利かないカーブなど、追い越しに伴う重大事故を防止するために、対向車線にはみ出しての追い越しを禁止する必要のある場所では、都道府県公安委員会によって、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の表示が設置されます。この表示は警察機関側の管理によるものなので、明確な罰則規定のある強い交通規制を意味しています。ただし、このはみ出し追い越し禁止の交通規制が行われる条件の一つは、6メートル未満の道路なので、6メートル以上の場合はこの規制がなくなるとともに、白の実線の中央線になります。この場合、中央線をはみ出すことなく追い越しができる前提なので、左側通行の例外に該当しないことになり、原則の通り、中央線をはみ出して通行してはいけないことになります。そうすると、中央線の種類に関係なく、中央線そのものだけでは追い越しを禁止する意味はなく、追い越しをする場合、中央線をはみ出して通行できるかできないかは、その種類によって違うということですね。そして、対向車線にはみ出して追い越しをすることについての明確な罰則規定があるのは、黄色の中央線ですね。白の中央線でも、交通状況によってはその他の交通違反に問われることがあるかもしれませんね。改めて交通ルールを見直してみると、中央線だけでも複数の法令が絡み合って複雑で分かりにくいですね。やっぱり実際の道路では個別の具体的なケースで判断に悩むことがあるかも。交通ルールは全ての具体的なケースを網羅しているものではないので、不都合なケースも少なくないかもしれません。そのため、一つ一つのルールに従って運転することは大切ですが、特定のルールにとらわれることなく、周囲の交通状況に応じて判断することも必要かもしれませんね。最後までご視聴していただき、ありがとうございます。この動画が少しでもお役に立てていただけるものであれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。